こんにちは。今日は Google の動画生成 AI Veo2 のテキストトゥビデオ性能を OpenAI 空と比較しました。あと同じ Google の画像生成 AI イメージ A3 が多分 OpenAI を意識してついに例の表現を解放した件についても紹介しますよ。では本編始まります。Google の Veo2 ですね。前から事前申請で承認されたら使えるようになるみたいな感じだったんですけども、それがようやく、開放されてですね、使えるようになったよというところで、一応使える場所がですね、2箇所あってですね、Google のAI スタジオっていうですね、いろいろ遊べるサイトありますけどもですね、そこで、この Gen ビデオってやつでですね、作ることもできますし、これ下の方に作ったサンプルの、公式が作ってあるですね、サンプルの動画が、書いてある、置いてあります。はい。ってのと、あとは Gemini Advanced ですね。こちらの方でもですね、同じような感じでですね、作ることができます。はい。私がですね、こんな感じでですね、一応ここの、よいしょ。Gemini Advanced のですね、下にですね、動画作成みたいな感じのやつですね、メニューが出てきてですね、こいつを入れるとですね、プロンプトを入れたら、動画ができるよって感じになります。というところですね。で、ちょっと注意事項なんですが、いわゆる一番やりたいのって i2V なんですよね。イメージ入れて、ビデオ作るよっていうやつやりたいんですけどもですね。結構制約まだあってですね。その i2V にが、今見た Gemini Advanced に関して、すみません。TDV ですね。失礼しました。テキストトゥービデオなんでですね、要は画像を入れるのができないのが、まだ Gemini Advanced ですよと。で、一応この先ほどのスタジオの方に関しては、できるよということには公式的にはなってて、ここでですね、この、左下の画像を入れたら、これがこういうふうに置いたよっていう感じで出してるんですけれどもですね。これ実はですね、ちょっと1点ですね、罠がありましてですね、入れられる画像がだいぶ絞られてるというかですね、結構厳しいです。はい。で、ここに書いてあるんですけどもですね、これ公式な今のページのですね、どっかから引っ張ってきたやつなんですけどもですね、はい。今、人が入ってる画像をですね、アップロードできないっていうような制約があって、昔の空ですよね、本当に。昔の空も、はい。そんな感じでフェイクなんちゃら作れないようにするためっていう感じだと思うんですけれどもですね。はい。それがあってですね。現状はい。そういう意味では、人入ってないやつでだいぶ絞られるんでですね。はい。本当にほぼ使えない状態になっているという感じですね。現状、このスタジオに関しては。はい。なんで、ちょっと、はい。ただ、この Gemini Advanced にも来るときに、人が使えないってなってくると、だいぶ評判悪くなりそうな感じなんでですね。ここの Gemini Advanced に降りてくるタイミングでは、ちょっと、解放されるんじゃないかなってところは、ちょっと期待はしていますね。はい。ってとこですね。はい。そんなわけでですね、i2V が一応本命ではあるんですけれどもですね、一旦ちょっと現状できるですね、T2V、テキストトゥービデオに関してですね、簡単にですね、評価してみましたよというところで、評価対象としてはですね、空がですね、ちょうど契約してたんでですね、そちらの方をですね、評価してみましたってところです。で、実際結構ですね、空とこの、Veo2 ですね、傾向としては近いです。はい。で、一応7個ぐらいですね、プロンプト評価してみてですね、違いを確認してみたって感じですけれどもですね。はい。で、一応最初の2つに関してはですね、この以前からやってるですね、この2つの画像ですね、これをそれぞれ作った時のですね、プロンプトをそのまま入れて、喋ってるだとか、踊ってるだとか、みたいな感じでですね、ちょっと動きをつけてみたってやつになります。その上でどういう風に見た目が違ってくるかってところなんですが、で、Veo2 イメージ N3 使ってそうじゃないですか。なので、綺麗なのかなと思ったらですね、だいぶひどい。はい。こんな感じでですね、ちょっと、アニメではあるけども、はい、全然、要は、ジャパニーズガールって入れてるんで、例の桜だとかですね、そういうのも出てきててですね、非常に。で、その上でやっぱり、絵のクオリティとしてもあんまり面白くないというところでですね、イメージ3のイメージベースのやつに比べるとだいぶ劣るなって感じですよね。はい。で、空はもっとひどいんですけども、アニメなのかっていうレベルで、さらにこれ途中でですね、このよくわかんないですね、謎のですね、カット割りが入ってですね、変な感じになるっていう、ほぼほぼ使えないレベルのやつになっちゃうよっていうところがですね、それはわかんないよと。なんで、どっちもダメって言ったらダメなんですけどですね。で、基本的にさっきこの2つが似てるよっていうふうに言ったのはですね、多分どっちも例のモデル作って動かすっていうやつでやってます。なので結構形状変化とかですね、要はモデルを変えるような動きができないっていうところがあるんでですね、そういう意味でですね、結構変な動きがこれから確認できるよっていうところになります。で、2つ目のやつが例のさっきの女性のですね、ストリートのポートレート写真みたいなやつですね。で、それなんですけどもですね、実際ちょっとやっぱ絵の作りがですね、全般的にですね、しょぼいんで
まあなんかさっきのなんか絵に比べると、なんか本当に合成感もひどいし、だいぶ。ぶいまいちな感じではあるんですけども、ただ結構注目ポイントとしては、動きですね。動きの部分を見たときにほぼほぼ破綻ないのが結構わかるかなと思います。結構手の部分もほんのに、まあちょっとそもそもこれをちょっとボケてるんでですね、結構そこら辺がですね、ちょっとごまかしてる感じはなきにしもあらずですけどもですね、なんかわかりやすいなんか手がなんか何重になるだとかですね、そういった感じのやつってほぼほぼないじゃないですか。まあ、多分ここら辺が例のそのモデル作ってやるっていうところですね。そこら辺が結構影響してるのかなというのとですね、結構この後ろの人物、よくあるのが結構このここのですね、そう通りすがったタイミングで別人に変わってたりだとかですね、複数ああ、なるほど。よくあるじゃないですか。そういうのほぼほぼ起きてないんですよね。ちゃんとその同じ人がずーっと動いてですね、変化なく動いてるんでですね。そういったところのやっぱ一貫性ですね。まあ、そこに関してはだいぶすごいなっていうところがあります。あと、まあ、この後も見えてきますけれどもですね、プロンプトに対する忠実度はだいぶ、高め、まあ、可能な限り寄せようとしているっていうところの傾向が見えてきますよというところですね。はい。で、これがベオ2の結果でした。で、空の方はどうかというと、まあ、同じような感じで、で、しかも、そうですね。空の方に関してもですね、おおむねいい感じではありますよと。で、もともと空結構単体の人とかですね、出すのはですね、良い感じだし、はい、手とかも基本的にはそんなにおかしくならないんでですね、まあそういう意味ではやっぱりモデルベースのやつなんでですね、そういう意味での破綻はだいぶ少ないかなと。後ろの人物に関しては正直予告、なんかだいぶ狭いんでですね、よくわかんないですけれども、まあ全体的に見てそんなに違和感はないかなというところがありますよ。まあいうところですね。まあそういう意味では今回に関してはまあ両方とも悪くなしという感じですね。まあ見た目がなんかいまいちなのは置いといてるって感じですね。はい。で、3つで、その上でですね、ちょっとはい、試したかったのが要はこれ今単体でしたけどもですね、複数のオブジェクトがですね、交わったとき、まあ結構さっきの後ろのところでですね、結構分かってきましたけどですね、複数オブジェクト交わるとどうなるのっていうところですね。空とかって結構物理現象の扱いとかが下手くそだったりして、で、さらにはその複数の物体が交わったときに、その整合性がいまいち取れてないというか、まあそれこそなんていうか、道じゃないとこ歩いてたりだとかですね、そういったですね、変な動きするだとかですね、結構あったと思うんですけどもですね、そこら辺試したいなと思ってですね、今度やってみたのがですね、まあ、コンテンポラリーダンスで、複数人数で、そのなんか手を複雑に絡ませるような感じの動きのですね、ダンスみたいな。ああ、むずそう。ありそう、はい。まあ、普通にむずいだろうってやつですね。で、ベオ2の方に関しては結構忠実で伝わってます。まあ、ちょっとジャパニーズ入れたんで、また変な感じになってるんですけど。はい。ただ、だいぶちゃんと手絡ましているし、ほぼほぼ、変なの、まあ、一瞬ちょっとなんか怪しいところはあるんですけどもですね、パッと、はい、見たときにですね、そんなに違和感はないんでですね、これだいぶクオリティは高いかなという感じはしますね。はい。なんか手が二重になってるようなところもあんまないんでですね、まあ、そういう意味ではこれだいぶすごいなってところがありますよと。で、空の方はどうかっていうとですね、あんまり従ってません。結構ね、空難しいやつ入れたときに従わない傾向があります。はい。なんか、さっきの手をなんか絡ませるみたいなところを指定しましたけどもですね、それをやってないってところがあります。はいはいはい。まあそこら辺がいまいちなんですが、まあ、先ほど言った通り、結構モデルベースなんでですね、この人が分裂するだとかですね、そこら辺のやつは少なめではあるんだけども、実はですね、くるくる回ってる途中でですね、表と後ろがね、ひっくり返ったりとかなんですね。はいはいはい。実は起こってたりするんですけどね、結構ね、はい、わかりづらいんですけどもですね、はい。まあまあ、空はそういうのが比較的あるかなというところですね。はい。ってとこですね。はい。これはちょっとベオ2の方がまだしっかりしてたかなって感じですね。はい。まあ、空も悪くはないかなっていうレベルです。はい。で、形状変化系のやつをですね、はい。要は苦手なやつももうちょっと試したいなというふうに思ってですね。まあ、渋谷のスクランブル交差点でビルが全部爆発するってやつですね。まあ、これやってみて、まあ、多分苦手だろうというふうに思ったんでですね。やってみてどうなったかというと、ベオ2の方はですね、やっぱりモデルベースらしくですね、形状は変化しないけれども、うまくごまかしてそれっぽく見せてる感じ。ビルが爆発するって指定したんだけども、そこはちょっとなんか無理だったんで、なんか全体的にボワーっと爆発させて、地面からみたいな。地面からみたいな感じでやってるって感じでですね。まあ悪くないかな。あとやっぱりちょっとなんか全体動きた時にですね、ちょっとフォーカスがなんとなくですね、ぬるくなるのがですね、ちょっと気になるなってところあります。ちょっとこれ元の動画でも、これ多分X に上げたやつなんで、よりボケてはいるんですけれども。はい。元の動画でもですね、ここのですね、床の方になんかフォーカスあってですね、この上の人物の方はあんまりフォーカスあってなかったんで、カメラのなんかアングルだとかですね、フォーカシングがですね、ちょっと下手くそなところはなんか、秒2結構見えるなってところあります。ただまだまだ頑張ってるというかですね、できる範囲でやってるなって感じですね。はい。で、空に関してはですね、もう全然従わないって感じで、爆発ないしっていう感じですね。はい。まあ一応スクランブルコースで出してきたよって感じではありますよと。はい。
なんでやっぱりなんかそれっぽいやつでなんかに逃げようとするのがですね、ソロかなというところがありますよということです。で、同じような感じのですね、これも以前やったやつですよね。はい。ギリシャの哲学者の像が爆発再生するってやつで、これやっぱベオ2も難しいんでですね、できてないです。これ実は崩れてるように見せかけて、あれなんですよね。3D やってる人だったら結構よくしてるテクスチャーでできる範囲の変化しかやってないんですよね、これ実は。はい。要はこの傷というかですね、割れ目みたいなところも要はテクスチャーの部分のですね、変化としてですね、見せるっていう、多分 3D ゲームとかだとよくやったりしますけどもですね、それでできる範囲ぐらいのなんか変化しかないということですね。だからこの右側のところがバカーンってなってもですね、ここら辺別に欠損してないじゃないですか。はい。そこら辺がやっぱり、はい。モデルを形を変えるっていうのが多分できないっていうのが、ここら辺が限界なんだろうなって気がしますよね。でもできる範囲で頑張ってるなって感じですね。はい。で、空も同じような感じでですね、やっぱりモデルの形状変化は難しくてですね、はい。なんか、一応爆発はするんだけどもですね、はい。こんな感じですね。ちょっとなんか、はい、破片がちょっと出てくるぐらいにとどまるって感じです、ね。本体を爆発しないみたいな。なるほど。ね、はい。そうですね。はい。みたいな感じで、本体はほぼ変わらなくて、ちょっとだけ形状変化したよぐらいの感じですね。はい。なんでですね、非常に、やっぱりはい、変えらないところは変えらないなってところがありますよね、ということですね。はい。そういう意味ではやっぱ傾向としてはやっぱ似てるかなってところですね。で、次がですね、ビルが溶け落ちるみたいな感じのですね、ビルメルトダウンみたいな感じで書いてあるんですけども、ベオ2はちゃんとですね、メルトダウンしてるって感じですよね。形は変わんないけども、ちゃんとメルトダウンっていうところには従ってますよっていう、ここら辺溶岩っぽいのがちゃんとですね、落ちてるんでですね、メルトダウンしてますよね、みたいなところをですね、やってるんでですね、プロンプト従ってますよっていうところはですね、ちゃんと表現してるんでですね、ここら辺の多分ね、プロンプトをですね、ちゃんと実現するっていうところの能力は高いなと。あんまりなんか意図した感じではないですけどもですね。でもちゃんと間違ってないというところですね。で、それはできないんで、結局なんかそれっぽいビルの絵を見せて終わりって感じですね。はい。こういうところはやっぱね、能力の差がね、やっぱり出てくるなって感じしますね。はい。で、次がですね、これもっと難しいやつですね。要は、左右から走ってきてごつんこというかですね、ぶつかってですね、はい、一人の人物に融合って絶対できないじゃないですか。モデルこれをですね、ベオスがどう回避したかっていうのがですね、結構うまいですよ、これ。これ人走って、これ左右から走ってきてないんですけどもですね、走ってきて、一つになりましたよっていうなるほど。一つになりましたよ。トンチですね。トンチね。はい。そういう価格からいなくなるは一人みたいな。そういうことなんですね。はい。これも、実はもう一個作ったんですけど、その場合だとですね、本当に左右から来た人が重なり合ってですね、一人になりましたっていうのを作ってたんですね。本当にやっぱそういうような感じの、そういうモデル形状変化できないところはもう、トンチでなんとかするっていうようなところで、そういう意味では、頭いいんだかなんだかっていう感じのですね、対策はよくやるって感じですね。で、一方で空は同じような感じでですね、結局走っている人はして、なんとなく近づいてはいるけども、特に変化なしって感じでですね、やっぱりなんかプロンプトに対してはあんま従ってくんねえなって感じがしますよね。はい。そういう意味では、ベオ2の方が頑張ってんなっていうところがありますね。満足できるかどうかはまた別問題ですけどもですね、っていうところが見えてきたって感じですね。はい。ってなところでですね、はい。TDV、正直そんな使うことはあんまないかなと思いますけどもですね、とりあえずなんか、はい。ベースの力というかですね、そこら辺がですね、ちょっと見るにはちょっと良かったかなというところですね、評価してみましたよというところです。で、ちなみにですね、動画の作れる本数なんですけれどもですね、主に今、このジェミニのアドバンスと、私ちょっと今月から契約してですね、使ってるんですけどもですね、それだと大体1日あたり、最初の頃はなんか8動画作れたんですけどもですね、ここ最近ちょっと渋くなってきてですね、5動画ぐらいって感じになってますよというところですね。はい。なんでですね、ほどほどには作れるかなっていう感じが出てきましたと。ここら辺が多分ね、イメージとビデオが作れるようになってくると、もうちょっとですね、嬉しいかなってところありますけどですね。はい。ちょっとそこら辺待ちたいなってところですね。はい。で、ここら辺のですね、結局多分イメージというビデオが出てきたときに絶対試される機能として、絶対ジブリ風試されるじゃないですか、この空。そうですね。絶対空と比較されるんですね。で、これまでそのイメージェン3というかですね、そこではジブリ風のやつ指定するとブロックされて出力できなかったんですけれどもですね、なぜかその細田守っていう風にしてするとなんかジブリ風で出てくるみたいなのがあったんですけれどもですね。
まあ、なんか、ここら辺開放するってことは、多分ジブリも開放してくるなと思ってですね、さっき試してみたらですね、はい、案の定やっぱ作れるようになってましたね。はい。というところで、多分、この、イメージトゥビデオが出てきたときには、またジブリ風こっちもできるぞってところを多分示したいんだろうなってところが見えてきたというところですね。はい。まあ、実際どういうのが見えるかっていうことですけども、まあ確かになんかジブリ風ってやジブリ風だなって感じがしますよね。はい。まあまあまあ。どんな作品とは言わんけどっていう、まあ、ここら辺はなんかそれっぽいのありそうだなって感じがします。これもなんかありそうな感じですよね。みたいな感じですね。はい。これが一応まあ90年代のジブリ映画からなんか引っ張ってきてみたいな感じで、例のあれですね。さっきのあれですね。なんだっけ。さっきのこいつと同じような感じのですね、プロンプトで作っていますよというところです。で、これ以外にもちょっといくつか、まあ、要は年代ですね。こう90年代で今指定したんで、そこら辺とか書いて試してみましたよと。で、まずはその80年代のジブリアニメからとりあえずなんか1枚引っ張ってきてってやつですね。やってみたんですけれども、正直ちょっとこれはなんか微妙かなってところですね。80年代理解はあんまり浅いかなっていう感じはなんとなくしたというところですね。じゃあこれ90年代にしてみたらどうなるかというと、完全トトロが出てきて。世代的に言うと、てかまんまですね。だいぶトトロと魔法、キキですね。はい。を完全に持ってきてるって感じですね。はい。いい感じに混じってるなって感じがしますね。はい。ここら辺はまあ同直球って感じでしたね。はい。で、2000年代にちょっと、はい、先に進めるとですね、まあ確かにいわゆるスタジオ制作機、そうですね。はいはいはい。でも確かにこの形のやつあったよなって感じがしますよね。ありましたね。なんかドラゴン的な、なんだっけかな。なんか、確かありましたね。はい、息子の方が、ゴロの方が作ったやつですよね。はい。ああ、なるほど。はいはいはい。あります。なんだっけ、全然覚えてないですね。ちょっと忘れしますけれどもですね。はい。まあそう。要は、そこら辺のたちですよね。はい。宮崎駿じゃない方、そう、ジブリ制作系のやつですよね。たちの感じがこんな感じだよなって感じしますね。はい。で、それでもうちょっと、はい、2010年ぐらい進めると、まあまあ同じような感じなんでですね、まあやっぱそれっぽいたちのやつが、まあ今風のですね、ジブリ風のやつが出てきてる。で、2020年になるとさすがにちょっと破綻してきてよくわかんない感じのになっちゃうと。で、もうちょっと90年代のやつをですね、適当に同じプロンプトで出してみて、他のバリエーションないかしらって思ったんですけど、やっぱトトロ好きだなっていうのはやっぱり。そうですね。エレートトロ出してくるんですよね。ほとんど出てきますね。全然、はい。ここになんかね、ミッキーマウスっぽいのがなんかいいのが来てまあ気にはなるんですけどもですね。はい。みたいな感じでですね。はい。的な感じで同じようなやつを何個か作ってみて、他のなんかラピュタとかもなんとは言わんけどみたいな感じでありそうなやつですよね。はい。みたいな感じですね。はい。みたいな感じです。で、特に値段指定しない場合はさっきみたいな感じのやつが出てくるって感じで、まあ、なんとなく、さっきの見た感じだと、まあ、その90年代ぐらいの感じと、まあ、ここら辺の今風なジブリと、で、大体2パターンですね、理解してるのかなってところがですね、なんとなく見えてきたかなというところですね。はい。ってな感じでですね、はい。なんかジブリを同じように作れるようになってたぞって感じでした。はい。まあ、多分これは、そういう意味ではだいぶ緩くなってるなって感じですね。はい。お疲れ様です。両通は人も生きる IT 食い待ち状態ですが、実力は空より高そうで楽しみですね。あと、イメージ A3 はジブリも開放されていろいろ作りやすくはなってますね。生成物の著作権の扱いには気をつけつつ使っていきたいところです。では、またお会いしましょう。